はい、というわけで皆さんどうもこんにちは、オックスアートでございます。最近ね、僕、インスタグラムのサブアカウント持ってたんですけど、それを動かし始めたんですよ。ちょっと数年間更新が忙しくて止まっちゃってたんですけど、そっちになんかファミリーフォトとか子供の写真とかをね、アップしていこうかなと今思って、何回かでちょっとポストしたんですけれども、子供の写真って多すぎるんですよ。もうすぐね、生まれてから1年経つんですけど、この1年間に撮りためた写真を選別して現像してポストしてこうっていうのが、これがねちょっとめちゃくちゃ大変なんですよ。なのでなんとかもう少し楽に現像とかできないかなと思ってたところ、ほんとちょうどタイミングよくイマジン AI っていうその AI に自分の編集スタイルを学習させて、で選別から現像まで全部やってくれるっていうサービスを運営している会社さんからお声掛けいただきまして、でも僕この手のサービス結構懐疑的ではあったんですけれども、でも実際使ってみるとめちゃくちゃ良くて、個人でね趣味で写真を撮られてる方に使えるのはもちろんなんですけど、特におすすめなのがウェディングフォトグラファーとかイベントとか、そういったお仕事で写真を撮られて、ある程度決まった数をもう定期的に撮影して、で選別して現像して納品しなきゃいけないっていう人にとってはめちゃくちゃ便利なツールになっていると思うので、そしたら今からねちょっと画面を見ながら解説をしていきたいなというふうに思います。じゃあまずね、その自分のスタイルをこのイマジン AI に学習してもらうにはですね、この AI プロファイルのプロファイルを追加というボタンをクリックしてプロファイルを作成します。でこのプロファイルっていう単位が、1スタイルと思っていただければいいかなと思うんですが、そのプロファイルを作る方法は3通りあって、1つがこのライト個人 AI プロファイルっていうもの。これはライトルームのプリセットをここにアップロードして、そのプリセットを使って AI に現像をしてもらうといったようなやり方になります。2つ目がこの個人 AI プロファイルっていうやつで、これはちょっと大変で、ここにも書いてある通り2000枚の編集済みのローデータをアップロードして、それらの編集のスタイルを AI に学習してもらって使うという方法になります。で最後一番簡単なのはね、このプロファイルショーケースを使うっていう方法で、これはイマジン AI が契約しているフォトグラファーさんが作った、個人 AI プロファイルをお借りして、自分の写真を現像するといった方法になってて、正直一番手軽ではあります。で今回はですね、この個人 AI プロファイルをベースにちょっと解説していきたいなと思うんですが、学習させる写真の種類だったりカテゴリー、あとは名前を決めたらですね、このライトルームクラシックのカタログを選択するページが出てきます。これをクリックすると、自分のパソコンの中のライトルームクラシックのカタログが一覧で出てくるので、任意のものを選んですると、このような形でそのカタログの中のコレクションもしくはフォルダーがここに出てきます。アップロードしたいコレクションを選んで、このアップロードボタンを押すと AI の学習が始まります。でこれにねかかる時間は、だいたい1日ぐらいはかかると思うので、結構ちょっと時間がかかると思っておいた方がいいです。ただ今回はすでに学習済みのものを使いたいと思うので、一旦ですねキャンセルして、ちょっと学習済みのものを使いたいなと思います。で現像を開始するにはですね、プロジェクトを作ります。このプロジェクトのページで新規のプロジェクトを作成と押すとですね、まずこのカリングと編集っていう2つの選択肢があります。カリングっていうのは要はね、最近ライトルームに追加された選別機能と同じような感じで、使えそうな画像と使えなさそうな画像っていうのを自動で仕分けしてくれるような機能になります。でイマジン AI でこのカリング機能を使うには月額1800円ぐらいのオプション機能になっているので、ライトルームでやるのも全然ありだとは思うんですけれども、その選別から現像までをもう本当一つのワークフローで簡単にやりたいっていう場合は、このイマジン AI のカリング機能を使うのもなしじゃないかなと思います。で画像を現像する場合はこの編集を選んで、先ほどと同じようにライトルームのカタログを選んで編集したいコレクションを選んで次へと進みます。そしてこのプロジェクトに名前をつけて AI プロファイルを選択したら、写真のカテゴリーを選んで最後にこのねオプションを追加することができます。
例えばね、自動で切り抜きをしてほしいとか、あとは角度補正をしてほしいだったり、このね、スムーズスキンを追加したりと、いくつかね、めちゃくちゃ便利なオプションがあるんですけれども、ただ、これ、1つ追加するごとに、プラスで2円かかるんですよ。で、現像は1枚あたり8円かかるので、例えば、ここでですね、角度補正とこのスムーズスキン、この2つのオプションを足すと、プラスで4円かかるので、1枚現像するあたり12円かかってきます。で、これを1000枚、2000枚やるとかってなってくると、結構いいお値段がかかってくるので、なので、先ほどのカリングを実行して、例えば、じゃあ1000枚中、50枚に厳選してほしいっていうような形で、ある程度絞り込んでから、この現像をするのが、お財布には優しいかなというふうに思います。で、編集が完了すると、このようなね、メタデータがダウンロードできるようになるので、この編集をダウンロードというボタンをポチって押すと、現像された結果がライトルームに反映されます。で、メタデータを適用するとこんなような感じになってます。で、今回ね、カリングもやってみたので、この緑色の色がついているものが、イマジン AI が OK と、判断したものになります。で、今回僕が AI に学習させた写真っていうのが、こんな感じで、ちょっとね、フィルムライクなマットな感じで、少しこう、リッチなオレンジ色というか、暖色系の、スタイルになっているんですけど、どうですかね。僕っぽいですかね。学習データを用意した僕からするとね、だいぶ、なるほどねと、しっかりね、現像できてるなっていう感じですよ。いや、これはすごいんじゃないですかね。これ、ローカルでプリセットを一括で適用するのと何が違うのって話なんですけど、これ見てほしいんですけれどもね、この右側の露出とか、あとホワイトバランス、これらの設定っていうのが、やっぱり一枚一枚全部個別に調整されてるんですよ。で、これは AI が僕がアップロードしたその2000枚の写真を見て、この人露出はちょっとこういう感じが好きなんだ、ホワイトバランスはこういう感じが好きなんだっていうのを学習して、それをここにね反映してくれてるんですよ。プリセットを一括適用しても結局露出とかホワイトバランスは写真ごとに違うので、それは全部自分でやっぱり微調整しなきゃいけないところ、このツールを使えばその必要がなくなるということでね、いや、これはね、すごい便利だなと思いますね。で、さらにさっき僕がオプションで足した角度補正とか、あとはスキンのスムージング、これもしっかりと適用されてますね。なので、このね、個人 AI プロファイル、めちゃめちゃ使えるなと思うんですが、僕みたいに結構、その写真ごとにコロコロテイストを変えちゃうような、人間にとっては、なかなかね、何千枚もこうやって一つのプロファイルごとに集めるのが大変になってくるので、そういったケースでは、このね、ライト版の個人プロファイル、正直こっちでもいいかなっていうような感じなんですよ。で、ちょっとこれもね、簡単に解説すると、まずは、名前をつけて、ここからライトルームのプリセットを選ぶ、もしくはここにね、ドラッグ&ドロップします。で、続いては今回は、編集済みの写真をアップロードして学習させる代わりに、こんな感じでね、何問かなんか自分の好みを聞かれるので、ここで、例えば露出だったら、こんなアンダー目がいいか、こういうな排気調がいいかみたいなことを選んで、で、他にもホワイトバランスとかティントとか、お好みのものを選んで、で、全部答え終わって、このプロファイルを構築というボタンを押すと、本当ものの数秒待つとプロファイルの準備が完了と。で、適用結果がこんな感じになります。こうやってね、まずこの一覧画面で見てみても、かなりね、全体的なトーンが、もう本当ね、統一感が素晴らしいなというふうに思います。今回ね、カリングしてないんで、こういった目をつぶっちゃってるやつとかもね、含まれてはいるんですが、どうですかね。かなりいい感じに仕上がってるんじゃないかなと思います。これが before after ですね。で、これプリセットで一括適用してたら、このアンダーな写真とちゃんと露出がそこそこ適正に撮れてるやつ、この2つ全然違う結果になると思うんですよ。
そのあたりがやっぱりこの AI ツールの強いところかなと思います。で、全部の写真がこうやって一貫した露出とか、ホワイトバランスを持ってることによってですね、例えばもうちょっとこう仕上がり、例えばこの写真で言うとホワイトバランス少し抑え気味の、このぐらいでもいいかなと思った時、このイマジン AI に戻ってきて、この、AI プロファイルの調整っていうボタンを押すと、ここでね、微調整をすることができるんですよ。例えば、少しもうちょっと色温度を下げてもいいかなと思ったら、こんな感じでパラメータをちょっとずついじくってみて、色温度はね、ちょっとこのぐらいでいいかなと。で、他にも、例えば、このカラーミキサーのこのグリーンのサイド、今マイナス17になっているところをもうちょっと下げてマイナス30にしましょうと。つまりこのグリーンをマイナス13してマイナス30にしたっていうことなので、この補正の HSL のサイドグリーンをマイナス13します。で、この結果を再度保存してダウンロードって押すと、もう一度ね、メタデータをダウンロードすることができて、先ほどのね、写真よりも、だいぶね、ホワイトバランスが少し、下がってて、このグリーンの色のサイドがさらに落ちてますよね。みたいな感じで使えるのが、このね、イマジン AI のすごいね、強みかなというふうに思います。はい。というわけで以上がね、このイマジン AI の紹介でございました。なかなかね、使えるツールなんじゃないかなというふうに、今回使ってみて思ったので、僕もね、引き続き、このツールしっかり使って、自分のインスタグラムの方も更新していければなというふうに思いますので、ぜひ気になったという方はですね、概要欄の方のリンクをチェックしてみてもらえればなというふうに思います。今なら、ブラックフライデーのセールもやってるんでね、ちょっとお得に始められると思いますので、ぜひご検討いただければなというふうに思います。はい。というわけでね、本日の動画は以上となります。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。